ございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、コンテナ特許を取って建築を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日はいつでもどこでも働けるようになるにはという質問で、答えはズバリ信頼できる仲間を作り上げることです。僕が奄美大島に行って東京の仕事をリモートで実体験をした、それをもとに学んだことをお話ししたいと思います。どこまで成功したのかとか、うまくいかなかったことの方が多いかもしれませんが、それもひっくるめてお話ししたいと思います。それでは今日のデザインの学び始めたいと思います。早速ですが、そもそもなぜ奄美大島に行ったかっていうことなんですけれども、きっかけはただの家族旅行なんですよね。コロナで進行中のプロジェクトが一気にストップして暇になっちゃったんです。そのまま事業を立て直して営業活動をすることもできましたが、あんまりこんなに空いたことがなかったので、気分転換しに行くことを決めました。とは言ってもただ旅行しに行くのはちょっと無駄だなと思ったので、事業につながることはないのかなと思って考え始めました。これはどこへ遊びに行くとしても必ず考えることかもしれませんね。癖みたいなもんですね。私の北海道の美味しいものを食べたとしても温泉に入ったりしてもいいんですけれども、うちの妻が南の島っていうのが大好きなんで一緒に行ってみました。子供も連れてね。沖縄の宮古島とか石垣島っていうのも結構素敵だったんですけれども、行ったことがありますし、観光地化が結構進んじゃっているので、もっとガラパゴスみたいな大自然がいっぱいあるような、そのまま残っているようなところを探していたところ、奄美大島っていうのを見つけました。あとね、父島母島も結構気になったんですよね。ただ船がなくって、船がなくてじゃなくて飛行機がなくって船しかないんで時間がかかりすぎちゃうんですよね。もっと時間空いた時に行こうかなって思いました。で、奄美大島に行くと決めた瞬間ですが、今の事業の営業や施工みたいなものを一気にメンバーへ任せるってことをちょっと決めてみました。一緒に僕と設計業務をしていて信頼できるデザイナーへ一任しましたってことですよね。普通ならですね、社員とかに頼むんでしょうね。ただ、あんまり社員を持つっていうスタンスでもないので、外部の人を信頼し、そのリスクを一旦私が取ったわけですね。もともと社内社外っていうのはあんまり立場気にしてなくて、一人の人間として信頼した人にお任せするって感じなんです。でもこれって僕にとっても大きな挑戦でもあったんですよね。東京を離れるってことを長期間、結果として成功も失敗もあったんですけど、少なくとも僕自身が東京をしばらく離れていても業務が流れるようなきっかけとなったわけですよね。最後にちょっと失敗談を話したいと思うんですが、まずいつでもどこでも働ける環境を作るというのは自分一人では達成できないっていうことなんですよね。仲間がいて初めて完成するものなんだなって今回実感しました。外注さんで一人でパースとか図面描きでもできるとも思うんですよね。でもそれだと
なかなかこう事業には限界が来てしまうので、自分のことを理解してくれて助けてくれる仲間がいなくてはいけないんだなってちょっと思ったんです。ちょっとこう打ち合わせ行ってほしいなとか、今ちょっと手が離せないから、来てくれないかなっていう外注さんと、来てくれない外注さんとかもいるので、やっぱりすぐ来てくれる人に頼もうってなっちゃいますよね。人としてこう信頼関係がこう築けていれば、あの人頑張ってるだろうからとか、いざという時には助けてもらったから、こちらも恩返しじゃないですけれども役に立てたらなって結構思うんですよね。これってこれも含めて能力って言ったらあれですけれども、仕事自体の技術とか能力だけではなく、やっぱ仕事へのスタンスっていうのも結構重要になってくると思うんです。信頼を一度しちゃうと、もうその人の代わりはこういなくなっちゃうわけで、仕事も頼みやすくなりますよね。単発の仕事であれば能力だけでいくらでもこう仕事としてはあると思うんですけれども、継続的に仕事をしていくにはお互い信頼し合うための時間みたいなものが結構かかると思います。だからいつでもどこでも働けるようになるにはっていう質問の答えは、信頼できる仲間を作り上げることっていうことなんです。その人数がね、多ければ多いほど結構力を増してきまして、日本であろうと海外であろうと仕事ができるようになると思うんですね。サラリーマンや OL さんでもリモートワークや副業が今後どんどん認められる時代になるはずなんです。なので働きながらスケジュール調整をして、いろんな場所で自分の決めた時間で働ける環境が作れるようになっとくべきかなって思うんですよね。永久就職ってほぼ不可能になりましたからね。社内外関係ないネットワークとか、自分が活かせる能力を身につけておかないと、今後ちょっと厳しくなるんじゃないかなって思います。なんで信頼できる仲間を作り上げることっていうのは、これも一つの能力として大切になっていくはずです。最後に奄美大島で行って失敗談っていうのをちょっと共有しておきたいんですけど、今まで設計サービスの範囲が小さくなってしまったってことなんですよね。どういうことかってちょっとよく分かんなかったですね。飲食店デザイン研究所というブランドがあって、私たちがやっている集客できるデザインを研究してきたわけなんですけど、デザインだけでは集客できないよっていう結論が、数年前に出てるわけです。これ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、そこで試行錯誤の上、デザインしたお店のオーナーさんやスタッフさんとかお客さんとかもね、意見を聞いて、売り上げもどうなったかっていうのを聞いて、自分たちが作ったお店が喜ばれているのか、不満はどこなのか、結構ヒアリングして蓄積をしていったんですよね、データを。でそれ自体に、そのブランドの価値があったわけで、これを仲間に任せることで、その共有が不十分だったのか、情報収集がちょっとできなくなったんですよね、ある物件が。でこれがね、結構最大の失敗かなと思っています。店舗デザインとしては全く問題ないですし、飲食店デザイン研究所としてのマイナスになるってことはちょっとなかったんですけれども、運営情報っていうのは結構重要なんですよね。飲食店専門のデザイナーが集まっていますので、デザイナーとしての能力は大丈夫なんですよね。
だけど飲食店デザイン研究所っていうこのブランドとしては、ちょっとダメかなって感じですよね。なので今後、ちゃんと理解を周知して、行動に移せるような仕組みを作ろうかなと思っています。長年ね、デザイナーとしてやり方を変えれないっていうのもちょっとよくわかるので、今後はオーナーさんとのスタッフさん何気ない立ち話から情報収集できたりとか、オーナーさんにそういう目的でものづくりしているってことをちゃんと伝えることをフォーマット化しようかなと思っております。デザイナーだからね売り上げとか関係ないっていうスタンスのデザイナーさんもいるとは思うんですけれども、僕個人としてはちょっとねって感じですね。施工して、設計して施工して、引き渡して、確かに僕らの仕事のお枠はここで終わりって感じだと思うんですけれども、オーナーさんはねそこからお店スタートなんですよね。飲食店デザイン研究所というブランドが、良いデザインをしたのか悪いデザインだったのかっていうのはオープンしてから分かるんだけどなと。だからこそそこのデータを収集しなければ意味がないっていうことをメンバーに徹底できてなかったっていうのが今回の失敗点でした。速攻解決しますけれどもね、これはちょっと最後長くなっちゃいましたけど、この失敗も含めて私と一緒に歩んでくれるメンバーが僕にとって信頼できる仲間になっていくんだろうなって思うんですけど、実際どうすかね、集まるかな、わかんないんですけど、こんな感じで今日は終わりたいと思います。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを LINE グループで毎日共有しています。今日のお話で疑問に思ったり実際やり方を知りたいみたいな方は一度覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。